どうも、癒しスポット大好きカプラです。おはようございます。皆さん、超有名な水族館といえばどこでしょうか？やっぱり最初に出てくるのはすみだ水族館ですよね。ADA の超巨大ネイチャーアクアリウムが見どころです。場所もスカイツリーにあるので、一回は行ったことあるんじゃないですか。あんな綺麗な水槽の前でコーヒーを飲んだり、ゆったりと座って時間を過ごすだなんてことしてみたいですよね。他にも江ノ島や葛西臨海公園、池袋のサンシャインシティも水族館で有名です。ですが、休日の水族館はどこもかなり混んでるため、ゆったりと過ごすには少し程遠いですよね。そんな中、本を読んだり、コーヒーを飲んだり、優雅な休日を満喫できる水族館を見つけてしまいました。時の住処美術館水中楽園アクアリウムです。ちょっと名前が長いんですが、静岡県の御殿場の近くにある時の住処という場所にあります。ここはハロウィンやクリスマスの時期でのイベントでかなり有名な場所です。全国屈指のイルミネーションで超有名な場所です。クリスマスといえばイルミネーション、どこかに皆さん見に行きますか？私もつい最近行ってきました。イルミネーションです。ここの時の住処は宿泊もできて温泉もあって、イルミネーションが夜遅くまで見れる有名な観光地です。イルミネーションの会場はとても広く、ライブイベントやプロジェクションマッピング、露店やお土産屋さんなどとっても盛り上がってます。すべてが敷地内にあって一日中満喫できます。中でも水と音楽と光のショーは水柱が高く吹き上がり、その高さは日本一とのことです。実際に見るとかなり見応えがありました。日本夜景遺産というホームページにも載るほどの有名なイルミネーションスポットです。私も時の住処はイルミネーションがメインだと思っていたんですが、それに引けを取らないレベルの見応えある水族館があったんです。それがここ、時の住処美術館水中楽園アクアリウムです。周りのお客さんのほとんどはイルミネーションを見に行くので、この水族館は意外と空いてます。かなり穴場な隠れスポットです。ちょっと失礼なことを言うと、正直あまり期待できないような外観なんです。中はなんか小さそうに見えるし、値段も結構するし、入るのにちょっと戸惑いました。ですが実際に中に入ると見応えのある内容で、意外と広く、特にアクアリウム水草大好きさんにはもってこいの水族館です。メインエリアはこの本を読めるアクアリウムスペースでして、置いてある本を自由に読めて、飲み物も買えるので、ゆったりと時間を過ごすにはもってこいの場所です。しかもここ、入場料が激安で入れる割引があって、それを適用すると大人が1100円のところ半額の550円、しかも時間制限なしです。実際にここでしばらく過ごしたら相当良かったですね。これは本当におすすめしたいと思ってアクアリウム YouTuber として撮影しないわけにはいかなくなりました。今回はぜひこの穴場スポットを皆さんに共有したいと思います。割引になる方法とか、この施設内の様子をざっくりと全体像をお伝えしますので、ぜひ動画最後まで見ていっていただいて、ここに行ってみてください。改めまして、いつもご視聴ありがとうございます。カプラです。このチャンネルでは、忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画を作ってます。ぜひチャンネル登録していただいて、少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。今回は静岡県御殿場市にやってきました。時の住処です。御殿場のアウトレットモールから車で15分くらい南に進んだところにあります。もともと時の住処は宿泊施設があったり、スポーツができたり、いちご狩りができたり、温泉に入れたり、グルメを楽しめたりできる場所で、特にイルミネーションの時期には全国から人が集まります。私も例外なくイルミネーションを見に行ったんですが、まさかここにこんな素敵な水族館と出会うとは思っていませんでした。
私は電車とバスで行きました。東京駅から新幹線のこだまで40分くらいの三島駅というところで降りました。その三島駅から無料のシャトルバスが出ていて、3、40分くらいで時の住処まで行けます。このシャトルバスが空いてていいんですよね。大体の人が車で行きますからね。電車の旅もいいもんです。私は車に乗ると眠くなるので、電車の方が好きですね。電車なら寝ているうちに目的地に着いちゃうので好きですね。たまに乗り過ごすんですけどね。私が到着したのは12時で、少し早めに時の住処に着きました。ホテルのチェックインが15時だったんですが、3時間くらい暇を持て余してしまいました。そこで少し外を散歩しました。夜のイルミネーションのお祭りがメインイベントなので、昼間はイルミネーションはやっていません。なのでちょっと違った景色を見れました。そこでたまたま見つけたんですよね。アクアリウムの展示です。水中楽園っていう名前でやってます。後ろの建物を見ると、なんかものすごく小さそうな感じがして、入るの躊躇したんですよね。でも日本最大級の金魚水族館って謳われてるんですよ。館内には全国各地から集められた約200種、4500匹の金魚が展示されているらしいんですよ。本当かなって思っちゃったんですよね。こんな小さな建屋にそんなに金魚いるのと思っちゃいました。料金を見たら大人が1100円だったんですよ。この小さな建物の中だけだったらどうしようかなと。入ったら後悔しそうだなって思っちゃいました。まあ物は試しだから行ってみようと決断して受付へ向かいました。そこで入り口でね、ちょっと驚いちゃいましたね。その入り口にはチョウザメの池というのがあって、鯉が泳ぐような池の中にチョウザメがいたんですよね。しかも2匹いました。まさかのチョウザメでしたね。この池には金魚がいると想像するんですよ。金魚推しのアクアリウム美術館ということでしたから、池にも金魚いると思うじゃないですか。チョウザメなんですよね。なんなら餌に金魚を食うんじゃないかなと思うようなチョウザメがいるんですよ。まあここはアートと水中生物が融合した不思議な空間ということなので、チョウザメだってアートの一部に違いないと思うようにして、館内に入りました。感じのいい受付の人に声をかけると、さらに驚きましたね。時の住処宿泊者は入館料が半額になるそうです。大人が1100円かかるところ、550円になります。割引レベルがカンストしてましたね。こういう割引って100円とか200円じゃないですか。映画のチケットを見せたら100円割引とかよくありますよね。半額ですから安すぎですよね。入場料550円の水族館ってどんなよって思いながら中に入りました。最初のエリアで迎えてくれたのはたくさんの金魚です。このエリアはいろんな金魚が展示されてました。外から見た小さな建屋はここだったんですね。遊園地のお化け屋敷のルートを通っているかの感覚になりました。意外と広いんですよ。動画で映像を回してますけど、結構広くないですか？ゆっくり歩いてみたらだいぶ楽しめますよ。これだけでも見応えがありますね。私が見たこれが予想外すぎたんですよね。もうザ・アクアリウム、私の好きなアクアリウムドンピシャが展示されてたんですよ。私は金魚だけかと思ったんですね。銀座にあるアートアクアリウム的なのを想像してたんですけど、全く予想してませんでした。まさかのネイチャーアクアリウムです。この水槽詳しく見てみるとさらに興味深くて、このライト完全にメタハラなんですよ。揺らぎ全開のメタルハライドランプですね。輻射熱が熱い熱い。CO2 もしっかり点火されてます。隣の水槽は ADA の水槽でした。昔の規格の水槽だと思います。ブリムのライトっぽいライトがぶら下がってました。でもブリムじゃないっぽかったですね。多分同じようなメーカーのやつだと思います。アヌビアスがよく水上化してました。よく見ると水面付近の飲水水草は黒ひげゴケだらけでした。このライトの光量なら仕方ないですよね。
ただ水上のアヌビアスが一切枯れてませんでした。葉っぱもしっとりとしていて、意外と葉焼けもせず成長しているようでしたね。そして先に進みますと、開けた場所に行けました。ここが予想外に広くて、しかもものすごい癒しの空間だったんですよ。ここのことをちょっとお伝えしたくて動画にしました。部屋全体を見渡すと水槽がいくつもあります。ところどころ座る椅子もありましたね。水槽のライトは全てメタハラでした。一個一個見ていくとかなりレイアウトが作り込まれてました。後ろから見ても前から見ても楽しめるレイアウトもありましたね。めちゃめちゃ水上波がいい感じでした。この水槽最高ですよね。いい感じなネイチャー感が出ています。よくこの光量で管理できるなぁと思いました。超でかいフライングフォックスとかゴールデンアルジイーターもいました。こちらの水槽は制作中の草原レイアウトっぽい感じでした。ADA の機材で CO2 が全開でした。すごいですね。これ150センチ水槽ですかね。こちらも素晴らしいレイアウトです。羊のショーンが椅子に座って水槽を見ています。ちょっとかわいい。流木の上にはアヌビアスとブセファランドラが生えてました。水槽の底にはたくさんの水草が植わってましたね。もちろんこの水槽もメタハラです。この水槽も見応えがありましたね。続いてこちら。中央のニムファーでしたっけ？かなりいい感じです。水槽全体には流木に植えられたミクロソリウムナローリーフがいい感じに茂ってます。この水槽もメタハラを使ってました。全体としてはこんな雰囲気です。水槽の前に椅子があって、そこでゆったりと休憩ができます。クラゲもいましたね。レイアウト素材もいくつか飾ってありました。ここは図書館みたいになっていて、いろいろな本が置いてありました。ここにある本は販売もされているんですが、好きに読んでいいよという感じでしたね。ここから本を持って行って水槽の前で見れます。ビーシュリンプの専門書とか水草の育て方、アクアリウムの関連の本が意外とありました。もちろんアクアリウム関連以外の本もありました。こんな場所でゆったりと過ごしたいですよね。他にはメダカ水槽もありました。全部種類分けされたメダカでしたね。ショップみたいでした。まだまだ未完成っぽい感じで、これからどんどん展示の魚が増えていくような印象を受けました。展示の物量がすごかったですね。餌やり体験もできるコーナーもありました。超でかい金魚がパクパク集まってました。外には庭もあって小川が作られてましたね。メダカの学校と書いてあったんですが、メダカはいませんでした。昔はこの小川にメダカを放流していたのかもしれませんね。全体としてはこんな感じの展示でした。最後はお土産コーナーです。一応時期によっては金魚すくいもやっているそうです。お土産コーナーには全国でここだけしか取れない金魚プリクラがありました。思い出にぜひ金魚とプリクラを撮ってみましょう。